三枚おろしと腹開きの場合は、こう頭に向かってこうあばら骨を切り離すんで、包丁を立てるイメージで。これね、アジを使って、魚のさばき方ね、三枚おろしと、背開きと腹開きと、説明しようかと思います。まあ包丁ね、いつもこれ出刃包丁、これ出刃包丁というか、これ船行きって包丁なんですけど、これ片刃のね、包丁を使っておろしてるんですけど、家庭用のね、こういうちっちゃい包丁でもおろせるんで、今回はね、こっち使って、説明していこうかと思います。これね、別にアジでなくてもいいんですけど、多分ね、板前さんの多くはね、アジで練習したっていう経験を持ってる人が多い。理由はね、アジってね、結構ね、手に入りやすいっていうのと、あと値段が安いっていうね、この2点において、アジっていうのはこう練習に最適な魚なのではないかなと。これね、アジの場合はね、まずここにゼイゴ、硬い鱗がここについてるんで、まずはこのゼイゴを外していきます。尻尾のここからもう始まってるんで、ここから包丁を入れて、で包丁をね、こう上下に動かしながら、ゼイゴを取っていきますよと。ここね、最初ここはね、どうしてもね、皮削っちゃうんですけど、なるべくね、ここを削らないように取ってあげた方が、仕上がりが綺麗ですよと。でね、ゼイゴってね、ここまでが硬くて、こうちょっとね、柔らかくなるんですけど、この辺でね、こう取っちゃう人もいるんですけど、こうやって背中を取ってこう頭まで続いてるんで、丁寧にやるんであればね、こっちのゼイゴもしっかりと落としてくださいと。今度ね、細かい鱗が残ってるんで、包丁で鱗を取っていきますと。でね、この際の注意点は、このね、背中の際だとか、このヒレのね、この際だとかに鱗が残りやすいんで、取ってあげてくださいねと。鱗取れたら頭を落とすんですけど、大型の魚の場合はね、腹びれにこう斜めに1本包丁入れて、でこっから頭を落とす時にこうね、斜めにこういう向きに包丁入れてあげるんですけど、アジなんかのね、こういう小さい魚の場合はこう斜めに入れずにこのまままっすぐ落としてしまう場合が多いですよと。で、なんでね、アジとかのね、小型の魚の場合はまっすぐ落とすかっていうと、ここにね、そこまで肉が残らないんで、そこはね、気にせずに落としちゃいますよと。三枚おろしと腹開きの場合は、この段階でここのね、へそから、包丁入れて、で内臓を取ってしまいますと。一番最初ね、三枚おろしの、やり方を説明しようと思います。1匹最初にねおろしといたんで、これ使ってね説明したら分かりやすいかなと思うんで、一番最初にこの魚のね皮にねこう包丁入れてあげますと。で魚っていうのは、皮がね硬いんで、最初に皮を切ってあげるイメージだから、最初はねこのぐらい包丁入れてるって感じですね。ここ皮を切り開いたら、今度ねここの中骨まで包丁をこう入れますと。なんでこの辺ね、包丁のこの辺使ってこの骨を探してあげて、この骨に沿わせて、包丁を動かしていくってイメージですね。はい、ここまで入りましたと。そしたら今度、身を返してあげて、背中の身を外しますと。ちなみにね、こっち側、頭を右に向けた側の身を最初に下ろす場合が多くて、これはね理由があって、スーパーだとか市場ってね、頭を左に向けて魚を並べるんですよ。そうすると当然ね、こっち側の身が下に来るんで、下の身はね重さでねこう圧力がかかってるんで、身が傷みやすいんですよね。なんでね、タイだとかブリだとかそういった大型の魚って1日で使い切らない場合が多いんですよ。そういう場合に、こっちのね傷みやすい下になってた方の身から、使ってあげるっていう意味で、こっち側の身から外していきますね。で、今ね、ここにこう包丁を入れたって感じですね。で、中骨まで来たら今度こうね、尻尾の身を最初外して、
最後ここでね身がつながってるんで、ここの身を外してあげますと。尻尾に向かって包丁入れてあげて、で今度こっちで、切り離していきますよと。ここまで来たら、ここまで来てるんですけど、あばら骨がこっち側につながってるんですよ。なんで、そのあばら骨をね切り離すっていうイメージでこう包丁を動かしてあげると、こういった形で、身が外れますよと。こんな感じで、こことかにね結構身が残りやすいんで、なるべくね骨に身を残さないように下ろしてあげるといいんではないかなと。身をひっくり返して背中から包丁入れていきますと。こっち側はね腹から入れたでしょ。でなんでこっちは今度背中から入れるのかっていうと、これはね最後このねあばら骨を切り離す時にこう切り離すのと、あとこう切り離す、尻尾からこう頭に向かってこうあばら骨を切り離すんで、その動きがねスムーズになるように、こっち側背中から最初こう包丁入れて、お腹に入れる時にお腹に入れて、そのままの流れであばら骨を切り離すと。そういった理由でこういう順番で下ろすようになってると。なんでこれね最初ねこう皮に包丁入れてあげますと。こういう感じですね。ここに包丁入れてるイメージ。皮切り進めたら今度ここまでね、切り進めていきますと。こういった感じですね。でねなるべくねこのね刃先でねこう骨をねこう感じながら切ってってあげると失敗しづらいのかなと。で、半分返してあげて、今度ねこうまた皮を切り進めてここまで包丁入れますよと。はい、今ここまで入った感じですね。そしたら、今度こっちねこう尻尾の方をまずこうやってね切り離してあげて、でここのね最後つながってる身をこうやって外してってあげますと。最後ねこう進めてここであばら骨外すんですけど、この時にねどうしてもねこう包丁がね浮いちゃう場合が多いんですよね。なんか力の入り方で。でここでこう浮いちゃうとここにね身が残っちゃうんで、ここはね多少こう包丁立てるイメージでこう進めてあげると、身が残りづらいですかね。あばら骨を切り離してあげると綺麗に三枚おろしができるんではないかなと思いますね。お刺身にする場合だったら、これねあばら骨をこうやって取ってあげて、骨抜きってね毛抜きを大きくしたような道具が売ってるんで、この骨抜きでねこの真ん中に残った骨を抜いてあげればお刺身にできますんで、これが魚の三枚おろしと。で続いて、腹開きと背開きと、説明しようかと思います。続いて今度腹開きの説明をしようと思います。さっきねここ開いたねこのへそのところから、こうやってまずは包丁入れていきますよと。三枚開きと一緒で最初にこう皮を切ってあげるイメージで切り進めていきますよと。まずここでこの中骨に当たるんですよ。中骨に当たったら今度こっからね包丁入れてこのあばら骨を切り離しつつどんどん開いていくっていうイメージですね。ここ頭から、包丁入れてあげて、今だからここを切ってるってイメージですかね。でそうするとこうやってね開けてくるんで、そしたら最後、このね背中の皮ギリギリまで包丁入れてあげて、このように開いてくださいと。干物なんかね作るときこうやって開いたりもしますね。でここまで来たら身をねこうひっくり返しますと。で今、こうなってる状態ですね骨が。同様にこうやってねこう骨を探りながら切り進めていきますと。ここまでこう包丁が通りましたと。そしたら、今度ねここをこう動かしてあげてこのあばら骨を切り離しますと。
はい、こんな感じですね。そうするとこれね、ある程度魚が開けるんで、そしたら、最後ここをねこう包丁入れていきますよと。でね、この時にね、あんまりね身を持ち上げすぎると、この身割れって言ってね、アジの身がどんどん割れてっちゃうんで、なるべくね持ち上げないようにしながらおろしてあげた方がいいのかなとは思いますね。でしっかり包丁入ったらこうやってね開けるかと思いますんで、そうしたら最後ここでね骨を切り離してあげますと。こんな感じですね。これが腹開きという開き方ですね。このあばら骨は取りたければ取ればいいしと、残しておいて干物にする方もいらっしゃいますし、はい、こんな感じで腹開きが完成ですと。続いて、背開きのやり方をね、説明しようかと思います。背開きはこれさっきね頭を落とす時に説明したんですけど、ここのねこのへそから包丁入れずにここ残しておきますよと。背中から開いていきます。だから骨がねこういった形で今なってますね。最初ねこう包丁入れて、ここまで包丁入れてあげますと。そしたら今度ここからねあばら骨がつながってるんで、このあばら骨をこうやって落として身を外していきますと。こんな感じですね。これね慣れてくるとこの段階でねもうここまで包丁入れることできるんで、こうやってねこっちの指の先で包丁の位置感じながらこう下ろしてあげると、比較的ね早く開くことできるかなと。慣れないうちはねこうやってゆっくりゆっくり何回かに分けて切り進めていってあげればいいのかなと。今度こっちにね身を返しますと、こういう状態ですね。でここに包丁を入れてこうやって身を外していきますよと。ここのねあばら骨はこうやってこの状態でそのままの流れで外しちゃうのがいいのかなと思いますね。であばら骨外せたらこうやってね、真ん中まで切り進めてあげますと。この中骨がこっちに出てくるんで、これを、最後ね包丁で落として外してあげますと。若干ねアジってね骨が硬いんで結構力入れないと骨が落ちないんですけど、背開きができましたと。ここであばら骨外すじゃないですか。その後にねここ腹びれが残ってるんで、この腹びれねこうやって押さえて引っ張ってあげると、こうやってね腹びれの硬い骨が抜けるんで、背開きもね干物なんかにするときはよくこういうおろし方しますかね。あとアジフライなんかはね、背開きにするかなと思いますね。腹が外側に来てるのが腹開きで、この腹のね薄い身、腹の身が内側に来るのが、背開きって感じですね。これね何が違うのかっていうとね、背開きの方がねこの厚い身が外側に来るんでこう大きく見えやすいんですよね。なんで焼き物とか揚げ物にする場合はこっちのね背開きにする場合が多いかなとは思いますね。はい、ということで今日は、これね三枚おろしと、腹開きと、背開きとね、紹介してみましたと、以上でございます。